皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。日本のアーティスト Perfume が活動休止を発表し、コールドスリープに入ると表現しました。Perfume の SF 的、未来的なイメージにぴったりの表現で、とても面白いですね。さて、今回はそのコールドスリープにちなんだ物語をお届けします。日本の SF の父とも呼ばれる雲野十座の小説、千年後の世界です。ある科学者が1000年もの冷凍睡眠実験を成功させて目を覚まします。彼がそこで見た1000年後の世界はどんなものだったのでしょうか。今回から3日連続で動画をアップロードします。どうぞ最後までお楽しみください。千年後の世界。雲野十座。1、冷凍死。若い野心に満ちた科学者、古畑は、棺の中で目覚めてからもう7日になる。どうしたのかな？もう棺の蓋をコツコツと叩く者がいてもいいはずだ。彼は棺の外からノックする音をひたすら待ちわびている。棺といっても、これは我々の知っているあのお葬式で使う白木の棺桶ではない。南洋製のモリブデンの合金 MO902 番という素晴らしい金属で作った五重の棺である。また、棺の中は白木造りの棺のようなかろうじて横になっていられるだけの狭さではなく、なかなか広い。天井の高い10畳の部屋ぐらいの広さだ。そこにはベッドもあれば、冷凍機械もあり、温度調節器もあり、ガス発生器とか、発電機とか、信号機とか、いろいろな機械が並んでいる。また、たくさんの参考文献や、その他、灰皿、歯ブラシ、カミソリなどの生活に必要ないろいろな品物も入っている。つまり、研究室と書斎等を缶詰にしたようなものである。彼、古畑は、この風変わりな棺桶の中で、すでに1000年余りの
冷凍睡眠を終えたのである。冷凍睡眠というのは、人間を生きたまま氷結させて、必要な年数だけそのままにしておくことである。これはなかなか難しい技術で、特に冷凍の程度を進めてゆくスピードが難しい。下手をすれば、それっきりで人間は永久に死んでしまうのである。しかし、うまくやれば、3日後であろうと、100年後であろうと、また古畑の場合のように、1000年後であろうと、冷凍人間の生命は保存される。そして、いい頃合いにこの冷凍を解いて、再び蘇生することができる。この時に冷凍している人体を溶かして元に戻す技術がなかなか難しいのであるが、古畑の場合にはどちらも完全にうまくいった。それもそうであろう。この若い科学者古畑の実験は、彼一人の力だけではなく、1000年人間冷凍事業研究委員会という長ったらしい名称の科学者団体があって、その協力によって行われたものである。今も言ったように、棺の中は四角い部屋になっているが、外は球状で、どの方向からの圧力にも耐えるようになっていた。1000年後の覚醒の後、7日経って、古畑の疲労はすっかり回復し、この棺桶に入った時のことが、まるで昨日のように思われるのであった。1000年という長い時間を本当によく眠ったものだ。だが、果たして本当にその1000年という長い時間を眠り続けたのか。それは壁にかけられているラジウム時計がちゃんと保証をしてくれている。この時計はラジウムが絶えない放射によって崩壊する状態を測定し、それによってこの長い年数が自ら記されるようになっていた。古畑は起き上がってから最初に、その時計の前に飛んで行って、経過時間を読んだ。これによると、1000年よりも少し眠りすぎていた。時計の読みは、1000年と169日目になっており、西暦3600年の冬2月に相当している。つまり、169日だけ、この棺桶機械は誤差を生んだわけである。だが、それにしても、1000年に対し169日の誤差であるから、大した誤差ではない。特に、古畑が冷凍状態において、完全にその生命を1000年後にまで保つことができたのだから、その機械の優秀さは十分に褒めていいだろう。ただ、現在の不安は、1000年後になって、この棺桶を
外から叩く者がいなければならないのであるが、そのノックの音がまだ聞こえないことだった。使用書によると、この厳重な1000年不可解の棺桶は、外から開けるのでなければ絶対に開かない仕掛けになっていたのである。棺桶の構造を堅牢にする点で、どうしてもそうするよりほか道がなかったのだ。どうしたのだろう。目覚めるのが169日も遅かったものだから、扉を開けに来てくれる者がどこかに旅行にでも出かけてしまったのではないだろうか。開かない密室の中でこのような不安に襲われるということは、死刑よりもなお一層激しい恐怖だった。彼は信号装置に故障があるのではないかと思って、そのそばに行って、幾度となく点検した。だが、故障は発見されなかった。それならば、彼が覚醒したことが、東京とニューヨークとハバロフスクの3都へ、電波で伝えられていなければならぬはずだった。誰も助けに来ないというのは、一体どうしたことだろう。誰も扉を開きに来ないと、せっかく覚醒した古畑も、あと30日ぐらいは生存できるが、その後は絶対に生き続ける見込みがつかない。彼は自分の生命が惜しいということよりも、こうして1000年後の世界に再生しながら、その世界を見ないで死ぬことが大変残念だった。いかがでしたか？実験に成功して目覚めた古畑氏。しかし、自分以外にこの実験に協力してくれる誰かがいなければ、その成功は誰にも知られぬままです。さて、この後彼は1000年後の世界を見ることができるのでしょうか。続きは明日です。それではまた次の動画でお会いしましょう。